こんにちは、ゆうかです。星の光の庭ラジオが始まります。この番組では星の流れを入り口にして日常の意識を深めながら人生をより自由に豊かにしていくチャンネルとなっています。はい、12月5日、双子座満月、そして双子座はね13度ですね。13度、そして射手座も13度。13度っていうのは、前回お話ししましたけど、すごくカリスマ的なすごい数値の度数ですね。で今回もその13度に、双子座と射手座が入っている満月となっています。そして今回のタイトルが、もう頑張らなくてもいい、ね、ユニバーサルフローへ戻るための満月、そんな感じでお話していこうと思っています。はい、ではですね、今日も話していこうと思うんですけれども、今回も深い、でもね、なるべく深くなく喋りたいんですけど、なんかすごいね深い話がどうしても好みっていうか好きなんで深くなりがちになっちゃうんですけど、とにかくですね、今回は6ハウスの双子座で起こる双子座で起こって、そして双子座っていうのがやっぱりこう軽さとか言葉とか動きの星座なんですよね。そして射手座の太陽と向かい合っている。で射手座っていうのもすごく軽いんだけどすっごい本質的っていう感じで、日常の中に本質が現れてくるような満月、そして軽い会話や行動が魂の深い部分を動かすみたいな、そんな満月なんですね。それで私すごく深いことがすごい好きなんですよ。本質的なこととか、哲学的なこととか、真実って言ってもいっぱいあるじゃないっていう話なんだけど、でも私にとっては真実はこれだっていうような、すごいもともとそういう深いことが大好きで、だからお友達とお話ししててもなんか軽はずみな話がすっごい苦手なんですよ。なんかなんだろう、あのアイスクリーム美味しいよねとか、あこれかわいいねとか、なんかそういう軽い話が結構苦手で、でもなんか最近お友達と会ってる時になんかやっぱり軽い会話も楽しまないと、なんて言うんでしょう、深くに到達できないなっていうことに気がついたっていうか、例えばそのお友達が私のことを知らなかったとしても、やっぱり笑顔でおしゃべりするっていうのは愛情だし、すごく自分の本質を表していることだと思うので、特に深い会話までいかなかったとしても、すごく楽しく明るくしゃべるっていうことを心がけていただいたとか、またすっごく本質的な友達もすごく軽い会話をするんですよ。で結構もうみんなでキャイキャイするって言ったらあれなんだけど、すっごいもう楽しんで会話をして、で楽しんで会話してるんだけど、みんな本質的だから、そこからすごい素晴らしいクリエーションっていうか想像が生まれてくる。なんか一応コミュニティ的なところにいるので、みんなでいろんなものを作り出したり生み出したり、新しい考え方を生んで、なんかいろんなものをクリエーションしたりだとか、するわけなんですけど、でもそれが重いわけじゃなくて、みんな軽く言ってるだけでそれが現実化してくるっていう感じなんですよ。でその軽さっていうのがすごい大事だなって思うんだけど、ただどうしたらその軽さが現実化してくるのかっていうことになってくると、この向かい合っている、射手座ですね。射手座が12ハウスまた13度にあるんですよ。でこの射手座の13度っていうのが、射手座の太陽ですよね。そ
それが、12ハウスが見えない世界、太陽の真相、本質的なものだったり祈りだったり、そのいて座っていうのは真理とか哲学とかスピリットとか方向性っていうのを表してるんですよ。だからその軽いんだけど、その12ハウスにある自分の中の恐れっていうのをなんか打ち砕いていかないとその軽さに乗れない。要は人間関係って怖い時ってあるじゃないですか。愛を開くってすごく怖いことだけど、なんか向こうがこう閉じててもこっちが愛を開いておはようございますとか、なんかすごく笑顔で会話をしてあげたりだとか、そういうのって自分が怖いから笑顔にならないっていう方を選択していったら全然こう会話が成り立たないじゃないですか。だからその恐れをこう乗り越えて会話をしていかないと、もう自分の中の深いものっていうのは外に出ていかないっていうんですかね。それで自分の中にある恐れってなんか皆さん結構違うと思うし、あと恐れって結構さ、もう慣れ親しんでてこんなの怖いって当たり前じゃんって思ってて、その怖いのを手放さなかったりするんですよ。例えばお金に対する恐れとか、もう今月お金がないどうしようとか、すごくそれですよね。やっぱり生命線が断たれるような恐れみたいなものってそんなん怖くて当たり前でしょって思うから、そういうのって意外と手放せなかったりすると思うんですよ。あと失敗が怖いとか、結構さ失敗が怖いなんてもう当たり前だから、緊張してて当たり前だから、なんかこう怖いのが当たり前だからそういうのを手放せないっていう感じなんだけど、でもそういうのをこう手放していかないとどんどんこう現実化って前に進んでいかなかったりするんですよね。で、私最近サウスゴアでワークショップとかを、仕事とかを始めさせていただいた時に、やっぱり最初はちょっと怖いなって思ったんですよ。なんでかっていうと、新しい環境だし、お客様は日本人の方じゃないから、まず自分の英語力もそうだし、あと私はヒーラーっていうそのスピリチュアルなことを仕事にしてますけど、西洋の方ってやっぱり日本って20年3年30年スピリチュアリティは遅れてるって言われているんですよ。だからすっごく目が肥えてるっていうんですかね。そういう方たちに対して提供していかなくちゃいけないものだから、やっぱり怖いなってどっかで思っちゃっていた部分があるんだけれども、でもそれは自分の本質的なものからやってることだから、それをもう怖いって思ってたらできないわけですよ。永遠にできないし、例えばこれで人が受け入れてくれるのかな、くれないのかなとか、お金が入るのかな入らないのかなとか、人が来るのかな来ないのかなとか、そういうことにこう執着していたり、そういうことにこう恐れを持っていたのではもう全然前に進めないわけですよ。だから例えばきっと会社の社長さんとかそういう方ってこういう恐れってかなり少ないんだと思うんですね。だから自分のビジョンとかプロジェクトが必ずうまくいくってね、やっぱりどっかにこう確証のない、なんていうんだろう、揺らぎのない自信があって、だからそれがどんどん現実化していくし、誰にそれも教わらなくてもその確証の気持ちがあるから、すごくそれがどんどん現実化していくんだと思うんですよ。だけどもうさ、今までそんなことやったら危ないでしょとか、絶対お金がなかったら生きていけないでしょとか、なんかこうそんな間違ったら恥ずかしいよとか、そういうことを私たち教わってきたので、なかなか一歩先に踏み出せないみたいな。だからこれだけじゃないかもしれないけれども、本当に自分の中にある恐れとか、不必要な感情っていうのがあぶり出されて、それでその
軽いコミュニケーションができる中で、自分の中の本当にやりたいことっていうのかな、そのエネルギーとつながって、それがすごいこう現実化しやすくなるっていうか、その橋がこう渡るみたいな、そういう満月なんですね。でこれもすっごいもう毎回強いけど今回もすごい強いと思うっていうか、なんでかっていうと、やっぱり今回タイトルで書いたけど、頑張って頑張ってそこに到達するってきっと教わってきたし、そうだと思ってきたけれども、実はなんかこう自分たちの本質的なものってそんなに頑張らなくても、それを信じるだけでそれが引き寄せられるっていうか、現実は生まれてくるし、そこに対してこう開いてるだけでも現実化してくる、そういうことをこう理解できるエネルギーがすごく深まるような満月なんですね。そうで、これの話をちょっと今日はシェアしたくて、このね録音をしたんですけれども、はい、それではですね、次回、新月の配信になりますねをお楽しみにください。お楽しみに。ではゆうかでした。失礼します。